今、イスタンブールにいるんですけど、バスが止まってますね。これで、ワルナっていうブルガリアの国海沿いの町まで行きます。全員ウクライナ人ですね。ロシア語を喋ってます。廃墟が日常の中にあるじゃん。ほとんどロシア語が通じる。人っ子一人いないと。見つけましたね。これは、スラムみたいな。ここヨーロッパですからね。バスの周りに人いますけど、大体ウクライナ人ですね。実はこれ、ウクライナのバス会社で、この後、バルナっていう街に行った後に、オデッサ、ウクライナのオデッサまで行きます。私途中で降りちゃうんですけどね。このバスに乗ってブルガリアまで行ってみたいと思います。ウクライナ人の、旅客ですね。今途中休憩地点ですね。バスはですね、このライクバスとかって言って、ウクライナの会社です。で、乗客もね、私以外は全員ウクライナ人ですね。聞いたわけじゃないですけども、ロシア語を喋ってます。まあ、オデッサとかね、南の地域の人っていうのはみんなロシア語圏ですので、ロシア語を喋ってますね。ワルナという私の目的地を中継してオデッサに行くバスです。私はオデッサまでは今回は行きません。どうやら国境を着きましたね。これはトルコ側ですね。向こう側にブルガリアの旗が見えます。トルコ側のパスポート検査は一瞬で終わったんですけど、今から荷物検査かな。トルコ側の荷物検査はもう本当にちょろっと見ただけですね。なんで、簡単に終わりました。ちなみに、ね、ウクライナ人に聞いてみたんですけど、このバスですね、今朝7時に出たんですけど、次の日の6時にね、オデッサに着くそうです。トルコ、ブルガリアの国境を越えて、ブルガリア、ルーマニアの、国境というか、EU 圏内なんですけど、検査を越えて、その後、ルーマニア、ウクライナの国境を越えるということで、23時間の旅ですね。というわけで、ブルガリア無事入国しました。ちょっとね、国境で閉まれたんですけど、理由としては多分モスクワ発行のパスポートで、ロシアばっかり行ってるっていうのと、あとこのウクライナの会社のバスで、ウクライナ行きのバスに乗ってるっていうね、謎の日本人ということで、ちょっと、いろいろ聞かれました。でも目的伝えたら別に問題なかったです。ブルガリアっていうとどうしても日本人はヨーグルトをイメージしちゃうと思うんですけれども、古代トラキア人、ギリシャ、ローマ人、スラブ人、中央アジアのブルガル人、そしてトルコ人、さらにジプシーの人たちなど、東西のいろんな文明を持った人たちが混ざっているところなんですよね。なので今回の旅でその辺も合わせて見ていきたいと思います。かなり目的地のね、バルナに近づいてきたんですけど、これまで見てて、ブルガリア、面白いですね。なんかほとんどロシア語が通じるっていうと、あと、来てから気づいたんですけど、文字がキリル文字なんで、パッと見本当ロシアいるような気持ちになりますね。で、旅行客ですね、周りウクライナ人が多いっていうのもあって、みんなロシア語喋ってるので、今のところそういう風に感じます。今、レンタカーの場所に来ました。英語通じます。はい、というわけで、車借りましたね。マニュアルの、簡単な車ですけど、どうやらね、他の国にそんな自由に行けないっていうところですかね。セルビアとか、ルーマニアとか、ギリシャとか行けるんですけど、北マケドニアにはね、行けないとかって言ってて、で、しかもそれぞれの国、行くためにドキュメント作んなきゃいけないとか言ってて、ね、ユーロ圏内だったら自由に移動できると思ったんですけど、ちょっとめんどくさいですね。ちょっと気づいたのは、バス停に着いてからエアポートまで来るのに、タクシーアプリで呼ぼうとしたんですけど、なかったんですよね。ウーバーでなくて、ボルトっていうね、タクシーアプリ
もう探してみたんですけどなくて、周りの人に聞いても、いや、タクシーアプリそんな稼働してないと。なんで、電話で呼ぶか、その辺のタクシー捕まえてって言われたんで、まあちょっとその辺はね、やっぱ小国ってこともあってそんなに広まってないのかなっていう感じでしたね。今いるのがね、このバルナっていう、黒海岸沿いの街なんですけど、まあ見た感じ閑散としてる、そんなにですね、人がいっぱいいる感じの街ではないですね。エアポートはちゃんとあって、立派なものはあるんですけれども、比較的のどかな街だなっていう感じがしますね。キャンプ始まりまして、今朝すでに2回、空手のトレーニングやってきました。で、天気はめちゃくちゃいいですね。で、ランチ食べてるんですけど、こんな感じで、なかなか素晴らしい景色です。はい、というわけで、こちらはですね、空手の夕方のレッスンですね。朝と昼にキックボクシングが2回あって、これがまあ4回目のレッスンです。まあこういうグラウンドでね、外でやってます。まあ大体ですね、18歳以下の人多いんですけど、18歳以上もいて、あとはまあ師範とか先生たちですね。日本からも数名来てますね。まあ有名な空手家の方々、YouTube もやられてる方々なんかが、来てます。2日目大会もあります。で、これは20歳以下かなの大会なんですけど、チームはですね、アゼルバイジャン、ボリビア、ブラジル、ブルガリア、カザフスタン、モルドバ、ノルウェー、ポーランド、ルーマニア、USA、セルビア、チュニジア、ウクライナ、ハンガリー、ラトビア、日本ということで、大きなチームの一つなんですけども、ロシアは参加できないということで、ロシアなしです。政治とスポーツはね、関係ないと、私は思うんですけども、まあ、ロシアなし、ということですね。で、この中でまあ、ロシア語を喋るのは、カザフスタン、ウクライナ、あとラトビアとか旧ソ連圏ですね。と、ブルガリアの人が喋ったり喋らなかったり、あとキルギスタンの人も喋りますね。なわけで、割とロシア語は通じたり通じなかったりなんですけど、あとは英語ですね。南米の人は結構英語を通じなかったりします。今合宿始まって4日目ですね。朝6時、6分です。もう1日目で3日ぐらい経ったような長く感じたんですけど、逆にその後はなんか早く感じますね。合宿ですね。すごい楽しいです。とにかくまあ世界中からいろんな人が集まってて、まあみんな同じですね、目標を持ってる。同じ、スポーツやってるということで、簡単に友達になれて、非常に楽しいと。まあ結構英語も通じるんでね、英語喋る人とはすぐコミュニケーションできるし、私の場合はまあロシア語でもコミュニケーションが、人によってはできるので、それも面白いですね。まあとにかくすごいですね、この極真空手、というもので、まあ、同じ、趣味でいろんな人とつながれるっていうのが、はい。ホテルから、まあ、運転して2分ぐらいのところにこんなビーチがあります。で、朝日ですね。久しぶりに朝日を直接見ました。今日は空道の授業に来てます。空道っていうのは柔道と、空手。おはようございます。はい。ギリシャから来た、エフェさん、柔道と空手ミックスした、日本版 MMA ですね。試合ではね、顔面プロテクターつけるんですけど、まあ、顔面もあり何でもありということですね。締め技も関節技もありということで、最強の総合格闘技と、最強っていうかね、危ない
わけですけど、素晴らしいね、面白い、競技なんで、練習していきたいと思います。ブルガリアのショッピングセンター来てるんですけど、水曜日の昼なのにめちゃくちゃ人がいっぱいいて、マクドナルドを受け取るのにも10分以上かかる。まあもっと20分ぐらいかねっていう、すごい状態なんですけど、みんな暇なんですかね。なんかブルガリアではこの昼間にショッピングセンターにこんな人がいっぱいいるのが当たり前らしいんですけど。で、平日、だから週末だったらわかるんですけど、平日でこれってちょっと普通じゃないですね。はい、トレーニング6日目ですね。もうあっという間になっちゃったんですけど、最後、トレーニング終わった後、まあこんな感じで、コートに集まってます。この後ビーチにも集まるらしいんですけどね。まだまだ集まりまして、極真だけじゃなくて、この空道日本式 MMA、このチームもいます。最後、昼の2時。これから浜辺でトレーニング。そして、まあ、閉幕ということになると思います。今、キャンプから出て、バルナに向かっているところなんですけど、ついに終わりましたね。このワールド極真ユニオンのキャンプ、ブルガリア・バルナというわけで、6日間ですね、のトレーニングプラス、今朝、7日間ですね。昨日の夜は、ホテルの方で、パーティーがあって、若い子たちがですね、踊り狂ってました。まあ、このキャンプ、私としては、めちゃくちゃ楽しかったです。とにかく、なんですかね、非日常というか、まあ、全員がですね、同じ目標を持って、同じところに集まって、で、まあ、南国の素晴らしい景色のもとに、美味しいものを食べて、語り合って、一緒に練習して、高め合うっていうですね、最高ですね。まあ、出会いもあり、社交性もありというところですね。私もまあいろんな人と出会いました。まあ、素晴らしい師範たちとの出会い、コミュニケーションもありますし、他にもですね、様々なですね、いろんな出会いがありました。本当楽しかったですね。で、しかもまあいろいろね、自分を高める、ところでもあるというところで、ちょっとね、こんな素晴らしい機会があるんだなというふうに感じました。今後もですね、こういう機会があったらどんどん参加したいと思います。特に極真の場合ですね、言葉通じなくてもオスって言えば、それで、もうお互い仲間だということで通じ合っちゃうので、それが特に良かったですね。はい。まあ、こんな、面白いイベントも世界中にあるということで、今後も楽しんでいきたいと思います。じゃあ、参考になれば幸いです。また。廃墟が日常の中にある観客席はペンペングサが生えてる。人っ子一人いないと、見つけましたね。これはスラムみたいな。ここヨーロッパですからね、馬を引く